サワディカー。はい、それではカーリー大学第52回目の授業といたしましては、私、カーリーはとても緊張しています。しかも、もう何日も前から、この授業をやるにあたって緊張しております。というのも、今回解説するお話というのが、あまりにも芸術作品なんですよ。まあね、私の思いを解説する動画ではないので、早速始めていきましょう。ということで、今回の参考文書はこちら。進撃の巨人。はい、言わずと知れた名作でございます。もうね、世界的に有名な作品なので、もう全部見たよという人もいれば、いやいや一回も見てないと。もしくは途中まで見たけど挫折した。まあいろんな人がいると思うんですけど、特にまだ見てない人、途中まで見たけど挫折した人、こうした人たちが主なターゲットではありますが、一回だけ読んだ、もしくはアニメで見た、こうした人にとっても楽しめる動画にしたいと思います。というのも、この作品、進撃の巨人というのは、一回見ただけでは、とても理解はできないんですよ。それほど奥が深いと言っても過言ではありません。じゃあね、さっきから芸術作品とか緊張しているだとか、いろんなハードルを自分で上げてますけど、じゃあ一体何がすごいんだというふうに本当に今考えました。それを3つにまとめてみたところ、まず1つ目としては、壮大なストーリー。まずこれは外せないんですよ。もうね、登場人物はもちろん、もういろんなね、細かい設定がとにかくすごいんですよ。例えば、立体起動装置という、この漫画の中の世界観の中でしか発想されないような独特な装備があるんですよ。そういうのも漫画だからといって妥協せず、ちゃんとこの作者でもある磯山さんという人は、専門の人に聞いて、ちゃんと現実的に考えられるような設定にわざわざしてるんですよ。あとはね、やっぱりこのストーリーそのものがすごいんです。だから物語が進むにつれて、これほどまでに引き込まれる漫画っていうのは、滅多にあるものではございません。はい、その魅力2つ目は伏線であります。もうね、前回解説したワンピースあったじゃないですか。その時も言いましたが、確かにワンピースも伏線がやばいんですよ。ただし、この進撃の巨人、磯山先生の伏線も文字通り神がかってるんですよ。だから、1回くらい読んだだけでは分かりっこないんですよ。ちなみに私は漫画で1回、ネットフリックスで2回、合計3回見てるんですけれども、それでもネット情報を調べると、新しい発見が止まらないんですよ。これはあくまでも個人的な見解なんですが、その伏線のレベルの高さといったら、この進撃の巨人、ワンピースを超えてます。はい。ということで、この作品の魅力、その3は主題。この作品、進撃の巨人のテーマのことですね。ここも私の個人的見解なんですが、この進撃の巨人という作品のテーマは、憎しみの連鎖にあると思っているんですよ。じゃあ、例えば、敵対する2つの勢力があるとするじゃないですか。この2つの勢力はもう戦争状態ですよ。ここで一つポイントというのが、どちらの側にも絶対的正義というものがそれぞれにあるんですよね。だから、その正義のためにそれぞれが戦っているわけじゃないですか。で、この勢力の人たち、だからそれぞれの当事者は反対側の正義のことは理解はできないですよね。だって当事者なんですから。絶対的な正義がそれぞれにあるんですから。相手側の正義のことなんて、それは見えないですよ。故に憎しみの連鎖のことも当事者はわからない。じゃあ例えばこっちのグループが A としましょう。こっちが B ですよ。A 側の勢力によって殺された B の個人の子供にとってはどうですか？ここに憎しみが一つ生まれますよね。自分の親が殺されているわけですから。A のことを憎む。じゃあその A の勢力のことを憎んでいるこの子供が大きくなって B の勢力として A 側を攻撃する。そしたら A 側にも家族がいるわけですよ。B のこの当事者としては自分の憎しみは晴らせた。でもこっち側には新しい憎しみが生まれてますよね。そうしたらどうですか？止まらないじゃないですか。これが憎しみの連鎖ですよ。じゃあこれも例えばですよ。A の勢力の中に子供がいたとして、この子供が何かの事情で B の勢力に巻き込まれて、この B の勢力の中で生きていくことになったら、この子は一体何を思うんでしょう？言ってることわかります？今までこの紛れ込んだ子供は A の勢力の教育を受けていて、A の勢力側の思想を持ってるんですよ。それはつまり B の勢力の絶対的悪のことですよ。でも物事っていうのは一方の方からではその全てが見えないじゃないですか。じゃあこれも例えばなんですけども、例えの例えなんですけど、何でもいいですよ。例えば、じゃあこの携帯があるじゃないですか。
片方の面から見たら、この表面しか見えないですよね。裏面のカメラがあることが、表の面からは見えないじゃないですか。ここだけしか見えない人は、カメラのことなんて想像もつかないんですよ。逆もしかり。裏面から見ている人の世界観っていうのは、この物体はカメラでしかないんですよ。これはカメラです。という教育をされたら、あ、これがカメラなんだなと、もう認識しますし、当然それがそのままベースとなった思想になっていくじゃないですか。そういうことなんですよ。そしてもう一度言いますけれども、憎しみの連鎖というのは、当事者にはその全体像は見えないですよ。はい。ということで、思いが強すぎて、ついつい長くなってしまいましたが、もう私の思いなんて置いといて、さっさと始めましょう。はい。ということで、この進撃の巨人、この世界観の紹介からしてまいります。この物語の設定としては、まず巨人という存在があるんですよ。その巨人とはいろんな大きさがあるんですけれども、だいたい3メートルから15メートルくらい。知性はありません。そして人間を捕食するんですよ。で、消化器官がありません。だから人間を食べたとしても、それを消化する器官がないですから、お腹いっぱいになったら巨人は人間を吐き出すんですよ。とは言っても人間を溶かす体液により白骨化していたり、とにかく原型をとどめていない。じゃあ吐き出すんならなんで食べるの？それも分かっていません。そればかりか生存本能。つまり生きるために人間を捕食しているわけでもありません。だから餓死することもない。人間以外を捕食することもありません。あとは人間に近寄ってくる習性があります。そして生殖器はなく繁殖方法は不明。だから基本的に巨人というのはすっぱだかなんですが、生殖器がなければ男女の区別もないんですよ。ほとんどがおっさんのような顔立ちをしてるんですけど、またね、これが見ていて気持ち悪いんですよ。知性がないですからね。もう気持ち悪いような動きをしてくるんですよ。こうやって走ってくるんですよ。なんか、いろんな。それも見どころなところなんですが、あとは一体巨人がどこからやってくるのか。それもわからないんですよ。だから言ってみれば、巨人に関して人類は分かっていることの方が少ないんですよ。そんな巨人の脅威から身を守るために人類は3つの壁を築いたんですよ。それが外側からウォールマリア、その次がウォールローゼ、一番内側がウォールシーナ。で、一番内側のウォールシーナの中には王様や貴族たちが住んでいるんですよ。で、外側の壁に行けば行くほど土地はもう広大になっていきますし、そこに貧富の差もあったりするわけなんですよ。で、人類はその壁の中で暮らしていて、すでに100年の平和を維持していたんですよ。だから人類の世界観というのはあくまでもこの壁の中だけですよ。壁の外がどうなっているかはわからない。もう壁の外は巨人の世界ですから。人類の生き残りは壁の中にいる人だけ。そういう世界観ですね。でね、この三重の壁あるじゃないですか。高さで言ったらもう50メートルあるんですよ。巨人の大きさってさっきも言いましたが3メートルから大きくてもせいぜい15メートルじゃないですか。到底この50メートルの壁なんて乗り越えて来られないんですよ。で、知性もないのでその50メートルの壁を何とかして乗り越えようという思考もないということですね。はい、続きましては3つの兵団を解説いたします。まず一つ目が憲兵団。一言で言うとエリート集団ですよ。王様の下で民を統制、秩序を守る。城壁内の警察業務や王の近衛兵を行う。資格は訓練兵団の成績上位10名のみ。はい。兵団二つ目は駐屯兵団。はい。これはさっき言った憲兵団の下部組織となります。はい。壁の強化に努め、各町を守る。壁の守備や強化、壁内地域の防衛を行う。総兵員は約3万人。はい、最後、3つ目の兵団としては、調査兵団。はい、これは巨人を含め、壁の外のことを調査する兵団であります。だから、犠牲を覚悟して、壁外の巨人領域に挑む。だから、その戦死率も著しく高いんですよ。例えば、壁外調査に行くとするじゃないですか。そしたら、その1回だけで、この調査兵団の3割ぐらいが死んで戻ってくるんですよ。だから、その壁外調査から帰ってくる、もうボロボロになった調査兵団を見て、必ずしも民衆のその反応というのは、いいもんじゃないんですよ。明らかに罵詈雑言を言ってくる人もいるんですよ。なんだ、また負けて帰ってきたのか。壁外調査なんて意味あるのか？税金の無駄遣いだ。こういった反応のことですよ。で、一方では、巨人と直接戦闘を行うことがある唯一の組織であるため、その戦闘力は最も高いんですよ。
はい。ということで、以上の3つの兵団があって、この兵団のいずれかに入るためには、訓練兵団を卒業しなければならないんですよ。で、この訓練兵団の成績の上位10名のみが、あの1番目のエリート集団、憲兵団に入れるということですね。だから、訓練兵団を卒業するときに、その成績上位11位以下の人たちは、駐屯兵団か調査兵団か、この2つの選択肢があるということですね。でも、やっぱりこのような違いがありますから、ほとんどの人が駐屯兵団に行くんですよ。はい、設定の紹介、最後は登場人物であります。とは言っても、さすがに全員を紹介してらんないので、この進撃の巨人の物語を前半、後半と分けたときに、まず前半の今の段階では、9人の登場人物をざっと挙げておきます。はい、まず1人目はエレン。この物語の主人公であります。この物語の初め、第1話ではエレンは10歳です。世の中の理不尽さへの強い怒りと自由への憧れを持っているような少年です。はい、2人目はミカサ。この女の子はエレンと同じ年で、幼い頃強盗に両親の命を奪われ、その時に救い出してくれたのがエレンなんですよ。で、両親を亡くしてしまったミカサは、その日からエレンの家族に引き取られ、エレンの家族と一緒に暮らしていくんですよ。で、ミカサはミカサでその一件以来、エレンに対して強い絆を感じていて、それが次第に恋心に変わっていくんですよ。はい、3人目はアルミン。はい、このアルミンもエレン、ミカサと同じ年で、この3人が幼馴染なんですよ。で、このアルミンは頭はいいんですけど、喧嘩には弱いんですよ。だから、いつもいじめられてるんですよね。で、そのいじめられているアルミンを真っ先に助けてくれるのがエレンなんですよ。エレンは理不尽なことが嫌いじゃないですか。曲がったことが大嫌いなんですよ。ただ、エレンは威勢はいいですけど、そこまで喧嘩も強くないんですよ。喧嘩に強いのはミカサなんですよ。まあ、これに関しては後半部分で明らかになってまいります。はい、続きまして4人目、5人目はセットでいきます。それがライナーとベルトルト。この2人は出身が同じで、こっちのライナーの方はエレンの2歳年上、もう一方のベルトルトの方はエレンの1個年上。で、この2人はエレンがこの後すぐにですね、訓練兵団に入るんですが、で、ちなみにエレンがこの訓練兵団に入った時は104期生なんですよ。で、この104期生の成績上位というのが、1番がミカサ、2番がライナー、3番がベルトルトなんですよ。だから、このライナーとベルトルトって優等生ではあるんですよ。特にライナーの方は責任感が強くて人望も厚い人なんですよ。だからエレンも兄貴のように慕ってるんですよね。一方でベルトルトの方はどちらかというとおとなしめの方であります。はい、続いて6人目、7人目もセットでいきましょう。6人目が兄、7人目がクリスタ。いずれも女性であります。まず兄の方なんですが、性格的にはちょっと冷めたような人物で、喧嘩は強い。特に足技が強いんですよ。この兄もクリスタもエレンと同じ104期生なんですが、兄の方はその成績も優秀で、さっきのライナーとベルトルトに次いで4位なんですよ。で、ちなみにエレンは5位ですね。はい。ではもう一方のクリスタ。この子はめっちゃ外見も良くて、性格も優しいんですよ。だから、同期の中でもアイドル的存在といいますか、結構みんなから慕われているんですよ。成績としては第10位であります。はい。それでは最後もセットでいきます。8人目はエルヴィン。9人目はリヴァイ。まずエルヴィンは調査兵団の団長です。指導力、洞察力、作戦立案能力に優れています。そして最後のリヴァイ。この人は調査兵団の兵士長ですね。人類最強の兵士と称されるほどにとにかく強い。その日人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごに囚われていた屈辱を。はい、このようにして進撃の巨人の物語は始まります。と同時にもう設定の話はこれくらいにしといて、物語の解説をこれからやってまいります。はい、その日はいつもの日常風景ですよ。エレンとミカサとアルミン。この辺りの人間模様がまずは描かれて、エレンとミカサが家に帰ってきた時に、その食卓でミカサがポロッと言うんですよ。エレンが調査兵団に入りたいって。そしたらお母さんが言うんですよ。あんた何を考えているの？壁の外に出た人類がどれほど死んだか分かっているの？一方でエレンのお父さんは冷静なんですよ。エレン、どうして外に出たいんだ？エレンは言います。外の世界が知りたいんだ。何も知らずに一生壁の中で生きていくなんて嫌だ。それにここで続く人がいなければ今までに死んだ人の命が無駄になる。はい、理不尽さが嫌いなエレンはそう答えますよ。そうか。と言ってエレンのお父さんは立ち上がり、そのまま出かけてしまうんですが、その出かける時に、エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。と言いながら首飾りにしていた鍵を見せるんですよ。
なんかもう第1話からめちゃめちゃ意味深じゃないですか。はい。ということでお父さんは出かけました。で、お母さんがもう一度、調査兵団なんてダメだからねと、念を押します。エレンはお母さんに対して捨て台詞を吐いて、街へ走っていきます。それを追いかけるミカサ。で、またいつものようにエレンとミカサとアルミン。この3人でいたところに、向こうの方で、ドーンと音がします。その音がした方向に行ってみると、人だかりができてるんですよ。で、そこに走っていって、一体何がどうしたと言葉を失うわけですよ。そしたら、壁の上から巨人が出てくるんですよ。50メートルの壁から巨人がバンバンバンって壁越しに現れるんですよ。で、その超大型巨人はサッカーボールを蹴るようにして壁の入り口を蹴り壊して、その穴から巨人がいっぱい入ってくるんですよ。そしたらもう地獄絵図ですよ。巨人って知性はないですけど、人間に寄ってくる習性を持つじゃないですか。だから、どんどん街の人が捕食されていくんですよ。で、みんな当然、壁の内側の方に逃げていくじゃないですか。でも、エレンだけはみんなと逆方向に走っていくんですよ。そうなんですよ。お母さんですよ。その壁がぶち壊された時に、その破片とかがもう飛び散るじゃないですか。その破片によって、もう街が崩壊しているんですよ。その方向にエレンのお家があるんですよ。お家にはお母さんがいるじゃないですか。だからエレンは必死になってお家の方に走って向かっていくんですよ。もうその行く途中で家が壊され、人々が建物の下敷きとかになってるんですよ。で、エレンはそんなことはない、そんなことはないと。あの角を曲がればお家だ。あの角を曲がりさえすればきっといつもの日常風景があるはずだ。ということで、その角を曲がると、果たしてお家は潰れてるんですよ。でもね、お母さんはまだ生きている。建物の下敷きにはなっているものの、まだ生きているんですよ。で、エレンの後にミカサもやってきて、二人でお母さんを助け出そうとするんですが、足が引っかかって、なかなか出せない。そんな時に現れるのが巨人ですよ。もう目の前にやってくる。お母さんが逃げてという、エレンとミカサはそんなこと聞かないですよね。なんとか助け出そうとするんですけど、なかなか引き出せないんですよ。お母さんは言いますよ。なんでいつも私の言うことを聞いてくれないの？最後ぐらい私の言うこと聞いてよと。もう絶体絶命の状況ですよ。そんな時に現れるのが一人の駐屯兵団の人なんですが、この人の関係性はここでは割愛いたします。ともかくもこの人の判断によって3人全員は助からないということで、エレンとミカサだけを担ぎ上げてその場から撤退するんですよ。そしてその巨人がやってきて、お母さんは食べられてしまいます。その衝撃映像が第1話ですよ。この時エレンとミカサ、10歳の少年少女が自分たちのお母さんを巨人に食べられるシーンで第1話が終わります。夢見ていますか？この国の未来をもがいていますか？明日を生きるため志高く駆け抜けた同士の使い切られた命に